前回例えば日曜日遅い時間に帰ってで、月曜日学校行かないとか多分いろいろあったと話があったと思うんですけど、学生時代、どういった生活を送ってたのかっていうのを聞きたくて、普通の僕の周りにはそういう方いなかったので、バイクをやりながら学校も両立しないといけないわけじゃないですか。もちろんレースがあるときは多分休まないといけないし、基本的にレースは土日ばっかですか？そう土日、日曜日はね、ただあれですよね、その準備とかでもうあったりしない？いやもう準備はだからそのデートナ、はいミニバイクで行ったらデートナがやってくれてたし、はいロードレースに上がってた時はもうその各チームがやってくれてたんで、はいはい、本当に右一本サーキット行ってバイクに乗ってみたいな感じ。じゃあ学校自体は普通に行ってたような感じですかね？中3の時がはい結構学校行ってなかったね。周りがいつぐらいから知り始めるんですか？いやでもそんなんでも分かったよ。あ、そうなんですね、レースやってるっていうのは周りの同級生の子は知ってたけど、でもそこまでじゃなかったような気がするね。ヤンキーだと思うね。いやそうですよね。R さんもしとったよ。はい年相応のね。はい、そう、時代も時代っていうのもありますしね。その年の登竜門はちゃんと通ってきたかな。はい、警察に御用になることは一回もなかったこともないな。あるじゃないですか。あったな。そう、親父とおっかが朝の4時ぐらいに警察署に迎えに来て言われたのが、自分で気づくまでやれっつって、好きなだけ自分が気づくまでやれっつって、全部迎えに来ちゃうでっつって言われて、以来悪いことは一切やめた。逆にだからそこで普通に怒られてたらなんかうるせえみたいな感じで終わってたかもしれないにもなってたし、多分ひょっとしたらもうこのバイクの世界にもおらんかったかもしれないですよね。なんでそれがあったから構成したという構成というか構成というか、真面目に取り組むようになったのかな。その時は気づかんと。時が経つと、あの時っていうね、気づくんだよね。その部分も親父とおっかに感謝しかないかな。でもこのレースの世界、レースができるようになったきっかけっていうのもやっぱ親父もそうだし、おっかもそうだし、じいちゃんばあちゃん、だから幼少期、だから親父とおっかは八百屋やってたし、その頃、じいちゃんばあちゃんに預けられて、じいちゃんばあちゃん子で、お兄が1年生、小学校1年生になるぐらいにじいちゃんばあちゃんは銭湯やってたので、そこを親父とおっかに継がないかっていうあれになって、でいいよっつって、でも親父とおっかが銭湯やるようになって、それはじゃあ八百屋をやめてってことですか？そう、八百屋も結局近くに新しいスーパーができちゃったの。ナッコができちゃったの。でナッコができたからみんなそっち行くようになって、お客さんが来ないようになっちゃって閉めた。でタイミングちょうどよくそういう話があったんで、小学校の頃とかは幼稚園の頃から到着かったみたいで、保育園、八百屋さんから保育園まで一山越えなかったので、保育園行って保育園脱走して、一山越えて市場まで帰ってきたらしいの。俺は記憶にないんだけど、一人で保育園の先生とかは「いなくなった!」とかっつって結構ねあたふたしとったらしいんだけど、そういう子だったらしいね。全然一人で動けちゃう感じ。いや俺も脱走したなんて記憶にないんだけど、でも小学校2年生の時にやったんだ。学校からですか？小学校からね。帰るもう飛び越えて家帰ってきた。やっぱやんちゃなイメージは強いですね。小学校は真面目に過ごしとったよ。勉強とかも結構できる。やってはいたかな。やってない。それ勉強の仕方知らんのよ。だから人生の中で唯一勉強したなっていうのは、海外に渡って英語とイタリア語の勉強だした。そうか。独学でね。ってことは、バイクも含め全て独学ですよね。そうだね。本とかで勉強した。辞書。英語の辞書1個しか持ってってないの。それでイタリア人の友達作って。でも途中からある程度やんちゃになったわけじゃないですか。それは中学校入ってからぐらいですか？そうだね、中3ぐらいから。その頃ビーバップスクールが流行ってたんですからね、ドボンとしたズボン履いて長いだ短いだって学生服着て、僕の時代ではそんなにいなかったですけども、当時はやっぱみんなそうですね。大体そっちの道に行く人の方が多いですね。そっちの道。なんで高校はそもそも行ってない？
ですかね。いやそれこそだから中3も行ってないしバイクしとったので、中3の時の三者面談もないし、進学相談会とかもお前来んでええぞとか、ああそうか、中間テスト期末テストもう来んでええぞって。まあ、多分よっぽどそのバイクの関係だと思いますけどなんか全く別の道に行ってるような感じがありますよね。あれ実際海外に行き始めたのは何歳でしたっけ？一番96年21歳で8台買っとるじゃん。で22で全日本スーパーウェブチャンピオン取って23でそう海外出てる。それまでは日本にいたんで、まあその地元の知り合いとか小学校中学校の同級生とかはちょこちょこあってみたいな。そうだね、で今でも飯食いに行ったりする。ああそうなんですね。同じ、やっぱあれですか、その学生時代のその同級生とかは結構周りを応援してくれる子が多かったんですか？それともそんなに？いやレース見に来てくれたよ。ああそうなんですね。8台も来てくれたしね、大勢で来てくれたよ。紀之さんも健介さんもですけど、なんか自分からあんまり言わないイメージが人に、なんかまあバイクもそうですし、レース、ここの K-MAX も多分そんなにレーサーがいるっていうようなアピールしてないというか、なので学生時代もそんなにこれレーサーっつって、はい、いや言わへんそうなんですか。じゃあちょっとなんかレースやってた時ってライバルとかっていたんですか？いやまあ当然ライバルはおったよ。その出てるクラスのトップ走ってるライダー、まあ自分が走ってるポジションに対してその前を走ってるライダー、みんなライバルじゃん。はいはい、まあまあそうですよね。なんか特に意識してた人とかは別にとりあえず目の前の人をどんどん抜いていこうみたいな。まあその人をライバルにするとその人を越した時点でその人までに終わっちゃうっていうのも聞いたことあったから、限りなくだからこそかもしれないですね、どんどん上行けたの。いやまあでも何も考えてなかったと思うよ。こっちくしょうまでやってたような気がする。それがうまいこと噛み合っただけなのかもしれないし、今だからこそ、まあ、こういう話もできるようになろうし、特に誰を意識するとかではなくて、どんどん抜いていこうっていうか。そうだね。多分海外に長いこと行かれてたと思うんですけど、まあ、23歳で海外行ったって住んでたわけですよね。生活ガラッと変わるじゃないですか。どんな感じなんですか？ピンで海外行って一人なんですか？誰も周りにまあ最終的には今の奥さんも来たけど、結局最初はもうピンで行って名古屋弁しか喋れんのにさ、英語なんか喋れへん、チャリーみたいな感じで行っちゃったのが間違いだったんだよな。何ですか？俺はもうホームシックスになるわ言って帰りてえがやっぱまあ初めそうなんですね。初めのね2年ぐらいはそういうのあったよ。でもその間まあレースしてるじゃん、じゃあいろいろコミュニケーションで、まあ、耳にもね入ってくるじゃん、英語なりイタリア語が、でそれでさっきも言ったように辞書1個持って、ね、英語の辞書持って海外行って、でも中学生はそれだけ勉強して、で、まあ、それを言葉をつなげていって、ね、英語が喋れるようになったとかイタリア語が喋れるようになったとか、結局コミュニケーションなんだよ。自分が殻にこもって家にこもって勉強してるよりも喋れなくてもいいからどんどん出ていこうと思って、友達とかとあちこち行ったり食事するようになって、でそれが今度コミュニケーション少しでも取れるようになってくるじゃん。そしたらそれが楽しくなってきて、そしたら今度じゃあご飯食べに行こうとかってなるじゃん、連れてってくれたりして、それがどんどん楽しくなってきて、でもじゃああれですね、ホームシックになった理由はもうやっぱ一番コミュニケーション、その喋り方もね、何もできんじゃん、楽しくないじゃん。22年おったからすごいですよね。23から22年ですか？海外では生活面でもなんかコミュニケーション以外にも結構なんか日本と違いますよね。常識が違う。文化が違うからね。文化が違うから、まあでも新鮮味はあったけどね。まあベースはイタリアだったけど、まあでもイタリアっつってもね、名古屋とも全然違うし、まあ似とるなって言ったら四季ぐらいかな。日本が夏なら向こうが夏。まあでも本当にいろんな新鮮味があって楽しかったよ。まあでもね、俺は日本に住んでたい人かな。やっぱ便利さで日本が一番だと思う。何をするにも便利。
なところってやっぱ日本かなと。でまあ慣れてくると結構住みやすい。慣れるしかないもんな。まあそうですね。それをやっぱ自分で切り開いていくしかしょうがないなってであとまあ向こうで早い時期段階で結果が残せたから逆に外人がノリノリとかっつって、ああなるほどなるほど、そうかそうか、だよ喋れんしどうしようかなっつってその海外でバイクやるでそのバイクレーサーとしてでも日本と海外の違いってやっぱあるんですか？いやもうやっぱ盛り上がりは全然違うよね。ああまあそうですよね、ヨーロッパはだって F1、バイク、自転車、サッカーこの 4大スポーツかな、はい、確かに日本よりもヨーロッパの方がもう全然バイクも違いますもんね。テレビもだってモーターサイクルのチャンネル1個あって、ずーっと流れてるよね。あ、そうなんですね。だからそうなるとやっぱりその好きな人が多いし実際乗る人も多いわけですよね、なのでやっぱレベルも全然違いますよね。レベルも違うし盛り上がりも違う、日本でいい成績作ってきて海外行ってもう全然レベルが違うっていうのはやっぱ感じるんですかね？感じる。まだあちらに家はあるんですよね？あります。買ってください。誰かもう売るんで誰か買ってください。誰か買ってください。のりゆきさんのそのレースの中で走ってて自分の中でその人と違うものってなんかあるんですか？もうこれは負けねえみたいな。昆虫賞。気持ちですか？はい。ああ、テクニックとかではない。それは嫌や。そんな安売りしないです。テクニックは自分で磨いてつけましょう。ね、やったるぞーっていうね気持ちがないと体もやっぱ反応しないし、かな。でもまたちょっと今回これぐらいにして。そうだね。またちょっと次回、面白い話しようよ。はい。皆さん楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。